その場でその感情を表現できればいいんですけども、その場でその感情を表現できない。こんにちは、野村整骨院院長の野村明夫です。本日はストレスを解消すると同時に自律神経を整えて鍛え直すという方法を紹介いたします。自律神経が乱れる原因で最も多いものの一つにストレスがありますが、そのストレスですけども、私は4つに分けています。環境的ストレス、構造的ストレス、科学的ストレス、そして精神的ストレスの4種類に分けています。この中の精神的ストレスというのが一般的にストレスと呼ばれているものなんですけども、この影響が最も強いと考えています。では、この精神的ストレスとは具体的に何かですけども、これは体に溜まった感情のエネルギーと私は表現しています。どういうことか少し説明いたします。はい、ではストレスが溜まっている時というのはどういう時でしょうか。腹が立った時とか、悲しい思いをした時とか、怖い思いをした時、あとその人によって変わってくるんですけど、楽しいとか嬉しいというようなことが起こった時もストレスを感じる人がおられます。で、本来ならそう感じた時ですね、その場でその感情を表現できればいいんですけども、その場でその感情を表現できない時に人はそれをストレスと感じてしまいます。つまり体にぐっと感情を溜める行為をしています。それは感情を表現するのを我慢しているということになります。もう少し具体的に説明いたしますね。これが人の体として、ここに感情を溜める容器ですね。ストレスを溜める容器がある。壺みたいな感じ、瓶でも構いません。で、ここに例えば怒りとか悲しみですね、あと恐怖、あと喜び、こういう感情が湧いた時ですね、その場で表現できない時、この感情を体にずっと溜めるんですね。この感情を溜めてしまいます。で、それがこの容器に溜まっていって、これがどんどん溜まっていきますよね。感情のエネルギーがどんどん溜まっていって、溜まりすぎると今度はこの容器がパンパンになっていきますよね。で、当然これ溢れないように蓋をします。で、この体に溜まっている感情ですね、これを体に溜まった感情のエネルギーというふうに表現しています。こういう感じですね。体にこの赤いのが感情を溜める容器、壺だと思ってください。で、この怒りや悲しみですね、で恐怖とか喜びなどのその場で表現できなかった感情が全部この容器に溜まるというふうに考えてください。これがだんだん溜まってくるとですね、そのうち溢れないように蓋をしなければならないんですけども、この蓋をするのにもエネルギーを使っています。で、この状態ですね、体にどんどん溜まっていってる、これが精神的ストレスイコール体に溜まった感情エネルギーというふうに表現しています。ですから、この溜まった感情ですね、このどんどん溜まっている感情を出してあげないとダメなんですね。これがストレスの解消というふうに呼んでいるものです。で、本日はこのストレスの解消方法ですね、この溜まった感情を外に出す方法についてお話しします。で、やり方はとてもシンプルです。ちょっと道具を使うんですけどね、この椅子と新聞紙を使います。で、もう簡単なんですけども、この新聞紙で椅子をバンバン叩くだけです。で、この時に声を出しながらですね、声を出しながら、この野郎、バカ野郎とか言いながら、声を出しながらバンバン椅子を叩いてもらいます。もうただこれだけです。で、エキサイトしてだんだん感情が高ぶってくると、ものすごい声が出てくるんですけども、それが狙いなんですけども、ただこれを聞くと理性を失っちゃうんじゃないかなと心配される方がおられるかもしれません。ですが、これやってみると分かると思うんですけども、結構冷静で理性的に行うことができます。
怒りがこう込み上げてきて感情的になってもこう理性的でパッてやめようと思うとすぐやめれるような状態になってますんで、そこはあまり心配されなくても大丈夫と思います。ただいくつかね注意点があるんです。これもう思いっきり感情が出てバンバンやってるとかなりね疲れるんですよ。やって最後の方になるとかなり疲れてヘトヘトになるんです。ぐったりしてしまうんで、それが狙いなんですけども、でぐったりなったらその後ですね、その後一気に副交感神経に持っていきたいんで、その場でですね横になって深くゆっくりとした呼吸をしていただきたいんですね。どういうことかっていうと、今この新聞紙でバンバン叩いているっていうことは交感神経をドーンと上げて全開にしているんですね。でこれが終わってぐったりすると交感神経下がって、それとは反面この副交感神経をドーンと上げたいんですね。ですのでこの交感神経を上げて、その次にですね副交感神経を上げるという行為をします。年齢を重ねてくるとですね、だいたい40代ぐらいから自律神経の働きがだんだん鈍くなってくるというか弱くなってくるんですね。それはこれが原因なんですけども、このストレスがだんだん溜まってきて自律神経が乱れてきているんですけども、新聞紙で椅子を叩くという行為は交感神経をドーンと上げている行為なんですね。でその後横になって深くゆっくりとした呼吸をするということはこの副交感神経を上げるという行為をやっています。ですので40代の状態ですと自律神経が弱っているというのはこれがあんまり上がらない状態なんですね。こんな感じ。本来ならバーンと上げたいんですけど、それが副交感神経もこんな感じに、本来ならドーンと上げたいんですけども全然上がらない、途中までしか上がらないで、副交感神経が働く時も途中までしか働かないっていうような状態になっていますので、先ほどお話しした新聞紙でバンバン叩いて上げてですね、で下げてでゆっくり休むっていう行為ですね。深くゆっくりした呼吸で休むっていうのは副交感神経を意図的に働かせているということになる。こういう自律神経があまり働かない状態になってくると、要するにこういう感じですね、こういう感じで溜まっている状態になっているとストレスに弱くなったり、ストレス耐性ですねが弱くなって、ですので交感神経と副交感神経を鍛えてストレスに対しても強くなるということができますんで、先ほども少し言いましたけど、このストレスのこの感情が溜まっているこの容器、壺でも何でもいいんですけど、これは蓋をしてるんですけども、この蓋をするのにもだんだんエネルギーがかかってくるわけですね。だんだんこれが膨らんでくると、溜まってくるとですね、そうするとこの蓋を止めるエネルギーもだんだん必要になってくるんで、このエネルギーっていうのは我慢するのに使ってるエネルギーなんですけども、本来なら遊びとか勉強とか仕事とかにも使えるエネルギーなんですけども、それをこちら側に持ってきてますんで、本来ならその有意義な方に使えるものが使われてますんで、できれば何も症状ないとかって思われている方でも月に一度ぐらいですね、先ほどのワークですね、その新聞紙を使って椅子を叩くをしていただいて、その後副交感神経を上げるようにゆっくりと休むというのをしていただければいいと思います。はい、本日はストレスを解消して自律神経を整え、さらにその自律神経を鍛えるということをテーマでお話ししました。今後も自律神経関係の情報、うつ、パニック、不安、不眠などを含みます。自律神経を整えるさまざまな改善方法、エクササイズ、ワーク、思考の切り替え方、心理学などを紹介していきます。それらを見ていただいて改善策、予防策としてご利用いただければ嬉しく思います。ですからお見逃しのないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。最後にお知らせです。裏チャンネルでは公の場ではちょっと話せないなというような医療業界の裏話的な内容も含めてお話ししています。これはメールマガジンを登録していただいた方のみにお知らせしています。メールマガジンは概要欄にリンクを貼っていますので、そちらから登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。